都会の夜を彩る久留米高層ビル、それらすべてを設計した男がいます。世界的な建築家、桐島誠165歳。彼は今、泥だらけの地面に膝をついています。男の目の前には古びた木の小屋、ただそれだけです。豪華な摩天楼はどこにもありません。荒れた木の肌に頬を寄せて彼は泣いています。完璧を愛した巨匠がなぜこんな場所で泣いているのでしょう。彼の心を溶かしたのは冷たい石ではなく、裏庭に隠されたある記憶でした。皆さんの家は今幸せですか？私たちは何を建て、何を壊して生きているのでしょう。これは一人の男の傲慢が崩れたあの日の物語です。東京都心の静かな設計事務所、桐島は図面に鋭い視線を向けます。呼吸さえ許されない張り詰めた静寂。1ミリの誤差だ。この線が君の無能を証明している。若い書院の震える手が図面を落としました。桐島はそれを冷たく見下ろします。感情は建築に毒を盛るだけだ。美しさとは計算から生まれる30年の間。彼は頂点に立ち続けました。多くの人の涙を切り捨てながら、彼の周りには冷たい孤独だけが積み重なっています。ある日の午後、電話が鳴りました。甥いであり共同経営者の深夜からでした。おじさん、素晴らしい土地が見つかりましたよ。丘の上の古い屋敷です。深夜は不敵な笑みを浮かべ、書類を広げます。一人暮らしの老人が守っている土地です。少し押せばすぐに売るでしょう。感傷的な老人は苦手だがな。効率のない空間は罪と同じだ。価値のないものは壊せばいい。彼は高級車のエンジンをかけました。その家が誰かの一生だとはつゆほども思わずに。車は郊外の急な坂を登ります。行き止まりに立つ古い木造住宅。ジャスミンの香りが風に乗って彼を迎えました。管理が行き届いていない。ただのゴミ屋敷だ。彼は舌を打ち、庭の雑草を睨みつけました。その時、玄関の扉がゆっくりと開きます。白髪をきれいに結った気品ある女性、黛澄子さん、68歳。彼女の瞳は深い湖のように静かでした。ようこそ遠いところをわざわざお越しくださいました。桐島は挨拶もせず時計を見ました。時間がない。すぐに始めましょう。桐島は裏庭へ足を踏み入れました。そこには小さな木の小屋がひっそりと立っています。これはひどい、ただの廃屋ですね。執着する価値など1円もありません。彼は手帳を取り出し、小屋の壁に大きく解体と記しました。澄子さんの瞳がわずかに揺れます。そこには時間が生きているのです。主人のぬくもりが、桐島は鼻で笑い、小屋の扉を乱暴に蹴りました。悲鳴のような音を立て、扉が開きます。暗闇の中から溢れ出した光。彼が見たものは一体何だったのでしょう。静まり返った裏庭、完璧な男の人生が揺らぎ始めます。玄関のチャイムが響きます。しばらくしてゆっくりとした足音が近づいてきました。
扉の向こうにいたのは、白髪を丁寧に結い上げた黛澄子さんでした。68歳のその姿には、どこか凛とした強さが宿っています。霧島は名刺を出しました。ですが彼女の目は名刺ではなく霧島の目をじっと見ていました。どうぞお入りください。あまりお構いもできませんけれど、霧島は無言でうなずきます。靴を脱ぐその一瞬で、彼は家の資産価値を冷酷に計算していました。リビングの窓の向こう、広大な庭が広がっています。秋の柔らかな光が、つわぶきの黄色を鮮やかに照らしていました。霧島は出されたお茶に一度も手をつけません。ただ窓の外を眺め、冷たく言い放ちます。無駄が多いですね。この庭を維持するだけで相当な出費でしょう。主人と私が30年かけて少しずつ育ててきたものですから。霧島は鼻で笑いました。思い出は土地の価値を1円も上げません。更地にするのが最も賢い選択です。価値ですか？私にはここにある一本の木にも名前があるように思えるのですけれど、それはただの執着に過ぎません。プロの目から見ればただの荒れた森です。霧島は手帳を取り出しペンを走らせます。この場所なら最新のマンションが2棟は建ちますね。澄子さんは震える手で茶卓を握りしめました。言葉を飲み込むその姿に怒りが静かに積もっていきます。でも彼女は声を荒らげません。ただ静かに庭を眺めるだけでした。裏庭も見せてもらいます。登記上の境界と現状を合わせる必要がありますから。澄子さんは重い腰を上げ、庭へと案内します。枯葉を踏む音がやけに大きく響きました。霧島は高級な靴で苔むした石畳を容赦なく踏みつけます。草花の名前など一つも知りません。彼の頭にあるのは憲兵率と容積率の数字だけ。目の前の命はただの障害物でした。あそこに立っている古びた建物は何です。あんなものは一番に壊すべきだ。庭の突き当たりにジャスミンに覆われた小さな小屋がありました。それはまるで外界から隠れるようにひっそりと立っています。あれは物置です。でも私にとっては主人の呼吸が残っている場所で、建物とは言えませんね。ただのゴミの集まりだ。すぐにでも取り壊しリストに入れておきましょう。霧島は小屋の扉に手をかけました。古びた木の感触が彼の指先に伝わります。その瞬間、なぜか彼の心に冷たい風が吹き抜けました。この扉の向こうに彼の完璧な人生を壊す何かが待っているのでしょうか。その日の夜、霧島は事務所で東京の明かりを眺めていました。深夜の静寂の中、電話が鳴ります。おじさん、あの土地の件、順調ですよ。計画通りです。甥いの深夜の声には隠しきれない欲が混じっていました。霧島は眉を潜め、低く問い返します。順調とはどういう意味だ。彼女は納得したのか。あの年齢ですから難しい理屈を言えば
すぐに折れますよ。僕たちの利益のために。利益、その言葉が棘のように心に刺さりました。霧島は静かに受話器を置きました。都会の夜景がいつもより冷たく見えました。図面の上にある完璧な直線が不意に色あせて見えます。翌朝の空気は少し冷たく感じられました。気づけば霧島はハンドルを切り、あの丘の家へ向かっていました。ジャスミンの香りが風に乗って彼を迎え入れます。庭の隅では澄子さんが花の手入れをしていました。あら、今日はもういらっしゃらないと思っていました。霧島は視線をそらし、少しぎこちなく口を開きました。彼の傲慢な壁が少しずつ崩れ始めていました。確認したいことがありまして、あの裏庭の小屋をもう一度見たい。澄子さんは何も聞かずに、ただうなずきました。彼女の背中が昨日より小さく見えた気がしました。澄子さんはポケットから古い鍵を取り出しました。錆びた音を立て、重い扉がゆっくりと開きます。扉が開いた瞬間、霧島は息を飲みました。そこにあったのは古い木の香りと沈殿した時間でした。隙間から漏れる光が宙に舞う塵を金色の粒に変えます。霧島は導かれるように中へと一歩踏み出しました。これは壁一面には数えきれないほどの日記や写真が並んでいました。棚の隅々まで誰かの愛した記憶が詰まっています。ここはただの物置ではありませんでした。一人の人間が生きてきた証が大切に守られた聖域だったのです。霧島は震える手で壁の杉板に触れました。工場で作られた無機質な板とは全く違うぬくもりがありました。主人が亡くなるまでここで毎日木の香りに包まれて日記を綴っていました。澄子さんの声が静かに響きます。霧島は壁の隅に小さな跡を見つけました。ナイフで刻まれた不器用な文字です。そこにはこう記されていました。澄子へ、ここは君の場所だ。よしおより。よしおさんはかつて腕のいい大工だったといいます。霧島の指先がその文字の上で止まりました。このいびついびつな文字が彼が築いてきたどんな巨大ビルよりも強い力を持って心に響きました。霧島は気づきました。自分が求めてきた完璧さの中には魂が欠けていたことに、建物に命を吹き込むのは愛なのだと。私は今まで何を建ててきたのか。低い独り言が小屋の中に重く溶けていきます。澄子さんは何も言わずにその背中を見つめました。数字と効率だけで塗り固められた彼の誇りは今この場所で静かに崩れ落ちました。霧島は長い間その場所を離れられませんでした。杉の香りが彼の冷たい心をくるみ込んでいました。その時でした。庭の方から鋭い靴音が近づいてきます。深夜が不敵な笑みを浮かべて立っていました。その手に握られた冷酷な契約書が光を引いています。静かな裏庭に不釣り合いな靴音が響き渡りました。深夜が不敵な笑みを浮かべて立っています。その手には分厚い封筒が握られていました。
おじさん、これです。この書類にサインさえもらえばすべて終わります。霧島は黙って封筒を受け取りました。中身を確認する彼の指先がわずかに震えます。そこには澄子さんを欺くための契約が記されていました。これは彼女には説明していない内容だな。深夜は肩をすくめ、悪びれる様子もなく言い放ちました。ビジネスですよ。古いものを壊して新しい価値を作るおじさんの教えです。霧島の胸の奥で静かな怒りが燃え上がりました。それは深夜への怒りであると同時に自分自身への嫌悪でもありました。出て行け、今すぐにだ。何を言っているんです。大金が手に入るチャンスなんですよ。私が教えてきたのは人を騙す術ではない、誇りある建築の道だ。深夜は舌打ちをして家を飛び出しました。静寂が戻った庭で霧島は一人立ち尽くしました。数字と効率だけで生きてきた日々の虚しさが募ります。その日の夜、霧島は再び小屋の前に立ちました。月明かりが古びた杉の板を青白く照らしています。昼間の喧騒が嘘のような静けさです。霧島は壁にそっと手を当てました。30年の時を刻んできた木の肌が冷たく温かい不意に胸の奥が締め付けられました。完璧であることを自分に強いてきた65年の人生、誰にも弱さを見せられなかった孤独な日々、その重みが一気にあふれ出しました。彼は壁に額をつけ、声を殺して泣き続けました。一滴の涙が杉の板に染み込んでいきます。それは彼が初めて自分を許した瞬間でもありました。背後でかすかな絹ずれの音が聞こえました。振り返ると澄子さんが静かに立っていました。その目はすべてを包み込むように穏やかです。完璧さは時に人を孤独にしますね。霧島は慌てて涙を拭いました。しかし澄子さんは優しく微笑み、彼の隣に歩み寄ります。そしてそっと背中に手を置きました。不器用でも歪んでいても、そこには確かに誰かの愛が宿っているものです。その言葉に霧島は再び涙を耐えることができませんでした。二人の間に言葉は必要ありません。ただ夜の風がジャスミンの香りを運んでくるだけでした。翌朝、霧島は澄子さんに深く頭を下げました。申し訳ありませんでした。私は大切なものを見失っていました。彼は深夜との契約をすべて破棄し、この家を守るために動くことを誓いました。それはビジネスではなく、一人の人間としての決意でした。この小屋を私に修繕させていただけませんか。一から学び直したい。澄子さんは嬉しそうに目を細め、うなずきました。完璧な設計図ではなく、心の声に従って家を建てること、新しい人生の扉が今開かれようとしています。物語はいよいよ感動のフィナーレへ向かいます。最後に彼らが手にした幸せとは一体何だったのでしょうか。数日後の午後、丘の上の家に一人の女性がやってきました。都会の喧騒をまといまとったままの
娘しおりでした。お母さん、ごめんなさい。ずっと来られなくて。すみこさんは優しく微笑み、しおりの手をそっと握りました。二人は並んで裏庭の小屋へと歩いていきます。いいのよ。あなたが元気でいてくれれば、それだけで。ジャスミンの香りが風に揺れて二人をくるみ込みます。しおりは初めてこの小屋に宿る父のぬくもりに触れた気がしました。その頃、霧島の事務所では静かな決着がついていました。深夜は苦々しい表情で荷物をまとめています。おじさん、後悔しますよ。あんな古いものに価値などない。霧島は窓の外を見つめ、静かに答えました。その背中には以前のような鋭さはありません。深夜、目に見える価値だけが全てではないのだ。私たちが忘れていたものだよ。深夜は吐き捨てるように部屋を出ました。知らぬ間に彼を追い詰めていた自分への戒めでもありました。1ヶ月後、霧島は小さな発表会でマイクの前に立ちました。業界の刺激たちが彼の言葉を待っています。私は完璧な建築を追い求めてきました。でも気づいたのです。会場は静まり返りました。彼の声は震えていましたが、まっすぐに響きました。人が本当に帰りたい場所は完璧な形ではない。誰かの愛が染み込んでいる場所だ。完璧な直線ではなく、人の手になじむ不揃いな線、それこそが本当の豊かさだと彼は語りました。霧島は週末のたびに丘の上の小屋を訪れました。手には最新の道具ではなく、古いカンナが握られています。この木はまだ生きていますね。彼は村瀬さんが残した盤の跡をなぞるように丁寧に削っていきます。その姿は巨匠ではなく一人の大工でした。主人が喜んでいるのがわかるようです。不器用な削り跡が新しい思い出として重なっていきます。小屋は少しずつ息を吹き返していきました。私たちは毎日を完璧に過ごそうと必死になっています。でも、ふと立ち止まって見てください。あなたの周りにある古びた道具や傷ついた家具に誰かの思いが宿っていませんか？不完全でもいい、歪んでいてもいい、そこにあるぬくもりこそがあなたを支える力になるはずです。今日この物語があなたの心に届いたならとても嬉しいです。あなたの大切にしている場所や思い出の品をコメント欄で教えてください。一言でも構いません。もしこの話に共感してくださったなら、大切な誰かにシェアしていただけませんか？また次の物語でお会いしましょう。ありがとうございました。